はい、始まりました。今回は大人気シリーズ本当に大人気シリーズなのかっていうなんか最近そんなに普通のと変わらなくなってきてるでしょ。いやいや、そんなことないですよ。一応前職やらせていただきたいなと思っているんですけども、残りの玉はそんなにないっていう今日はセレズニアなんですけども、これからセレズニアの統率者を始めようと思っている人におすすめのカード10選になります。始まりました。これきっと得意な色じゃないって言い始めますよね。僕の得意な色じゃないですね完全に知らないっていう一回もやったことないですよね、はい、お願いするしかねえっていう、はい、皆さんお気づきかもしれませんが、はい、この方白使えません白使いません全くあんまりで一応、まず高いカードから説明させていただきたいんですが、セラの聖域とかガイエオラン、はい、まあ、二大巨頭土地の二大巨頭土地の二大巨頭がね、両方使えちゃうっていう、そうまだいっぱい出るじゃんっていう。そうですねで、あとはアーティファクトを使わないんだろうなということで、無のロットですかね。そうですね。になってくるかもしれないという。はい、まあ高いカードはその他中途半端に高いカードもありますが、そんぐらいで、コンボ本用のコンボの話なんですけど、大体ナチュラルオーダーから皇帝のビフもするらしいというまあそうねクリーチャー並べるんで。ナチュラルオーダーをサーチするカードはナチュラルオーダーをサーチするカードなんてないです、ね、ないですね。ないということなんですね。それを踏まえた上で話を聞いてほしいと、で、あとはセレズニアのコンボと言いますと、献身のドルイドと即時乾燥、なんか緑無限マナにしましたと、その後どうするんだいと僕はヘリオットバレストですかみたいなことを言ったら、アウフいたらどうしようみたいなことになりがちと自分でバリスタ発射できないっていうそれどころかドルイド自体動かないっていうなんでアウフもちょっと使うかどうかっていうのも構成によっては微妙かもしれない、考えなきゃいけないということになりますね。どっちかというと出すか出さないか考えなきゃいけない。なるほどなるほど。ということで、今回は10枚ティームさんに選んでいただきましたんで、ご説明していただければなと思います。まず1枚目お願いします。はい、これはセレズニアの色。はい。まあちょっと微妙な色かなとはちょっと思ってるんですけど。思ってるんですか。なるほどだいたい戦術的にはクリーチャーを、横に展開して、数で倒すという戦術になることが多いんですけど、まずセレズニア、多色呪文で代表的なカード、最も有名なカードをご紹介させていただきたいんですが、エラーダムリーの呼び声です。最近意外と安かったっていうことで今回入ってくるという。そうですね、これは2マナのインスタント呪文で、ライブラリーの中から好きなクリーチャーカードを1枚探して、手札に加えて、ライブラリーを切り直すという、オーソドックスな呪文です。これ手札っていうのが意外と偉いですよね。そうですね、トップじゃないっていう。場に出すではないですけど、手札にインスタントで加えられるっていうのはかなり優秀ですよね。そうですね、これはあらゆる全多色呪文を見渡してもやりましたね、その回ワンチャン一番優秀なんじゃないかという呪文ですので多色呪文最強カードLRW の呼び声、それぐらい優秀なカードです。2枚目いきます。今ちらっとお話しさせていただいたんですが、基本的にはですね、セレズニアは物量作戦。なるほど。クリーチャーを横に展開して、横をどんどん抜けてっちゃうというような戦術を取るケースがほとんどになります。なのでその横展開をサポートするカードということになります。栄光のドミネスモンドラク。こいつは1つ以上のトークンがあなたのコントロール下で生成されるなら、代わりに2倍生成するというカードです。もちろんですね、セレズニアいろんなトークン出てきます。なるほどなるほど。大体トークン戦術です。なるほどなるほど。出てくるトークンを2倍にできると。でかつ本人もそれなりに戦闘のスタッツがあると。なるほどなるほど。でお値段がそれ系の中では今スタンダード環境にいるおかげで安いというところですね。なるほどなるほど。ちょっと将来的にはどうなるかは分かりません。今のうち買ってた方がいいと思います。で次いきます。これも今の話と地続きなんですが、トークンとかクリーチャーが、結局たくさん場に出てくるということになります。それをうまく使っていこうというのが戦術に組み込まれてきますので、一つはオーラの破片というエンチャントです。
これはセレズニアと1マナで、3マナのエンチャントで、クリーチャーが場に出るなら、あなたは対象のアーティファクトかエンチャントを破壊してもよいという効果が誘発するエンチャントです。バキバキですよ。そうです。これで基本的には相手のマナアーティファクトをバキバキに破壊して、展開を遅らせるということができます。次です、これも同じ要領にはなってくるんですけれども、クリーチャーがですね、場にたくさん出てきます。構成にもよるんですけど、単に何体も出てきます。なるほどね。そうですよね。それを有効に使っていきたいその2なんですけれども、調和の儀式です。これはセレズニア2マナのインスタント。で効果としてはこのターンクリーチャーやエンチャントのうち1つがあなたのコントロール下で戦場に出るたびカードを1枚引くと。エンチャントが出てもいいと。そうですね、セレズニアはエンチャントレスの色でもありますので、エンチャントがたくさん出てくるデッキもあります。クリーチャーがたくさん出てくるデッキはほとんどです。なるほど。なので結構カード引けます。しかもフラッシュバックがついてらっしゃる、そうですね、フラッシュバックついてまして、4マナでフラッシュバック可能です。これは結構重いんですけれども、大体デッキ的には洋蘭とか、なるほどセラーの聖域とかまだ爆発的に伸びる構成になっていますので、大体両方持ってない人ほとんどだと思うんですけど。そうなんですよ。なので、ちょっとジェネリッククレイデルとかをなるほど使っていただいて、たくさんマナ出る構成には簡単にできますので、それを有効に使っていただくということですね。なるほど。次です。クリーチャーを横に展開していく都合上ですね、ラスには弱いというような構成にはなりがちです。なので流された後どうやって復旧するかっていうところももちろんそうなんですけれども、流す対策として優秀なカードということで紹介させていただくんですが、遠野長官ボロミアです。こいつは白と2マナの3マナのクリーチャー。で3/3です。で警戒持ってますと。でこいつが優秀なところは、もちろん自分自身を生贄に捧げて、ターン終了時まであなたがコントロールしているクリーチャーは破壊不能を得るっていうところももちろんそうなんですけれども、対戦相手が自分を唱えるたびに、それを唱えるためにマナが支払われない場合はそれを打ち消すという能力を持ってます。こっちの部分も非常に優秀で、そうですね、スタックスとしてね。そうですね。単純にマナコスト支払わないで唱えられる呪文っていうのを全部シャットアウトしてくれるので、結構多いですからね。そうですね。EDH やってるとマナコスト払ってないみたいなこと結構ありますよね。そうですね。単純にスタックスのパーツとしても優秀です。スタックも3/3警戒なんで、それなりにありますと。ミドシロが一番こいつを強く使えるんじゃないかと。そうですね。いうことで、一番噛み合ってるというところです。もう白入るんだったら、大体入るんですがと。そうですね。それぐらい強いんですが、こいつは白ミドが一番強く使えるんじゃないかということで、ここで紹介させていただいたと。そうですね。ことになりますかね。次です。今少しスタックスの話あったんですけれども、セレズニアはクリーチャーで殴っていく戦術に、最終的にはなります。なので時間を稼ぐ必要があるんで、スタックス系のクリーチャーってそれなりに重要になってきます。その中でも強力な1枚、静寂をもたらすものです。最高。こいつはですね、白と太くて1の2マナのクリーチャー、でスタッツの方はどうでもよくて、こいつの能力としてはクリーチャーが戦場に出るか死亡することによっては能力は誘発しないというところですね。そうです。ETB もピグも防いじゃう。全てが終わるデッキ結構ありますよね。まずこいつ出されると、まずこいつを処理しないことには機能不全に陥るデッキっていうのは結構あります。で逆に言うと自分もそれなりに厳しいドローできなくなったりとかするので、なんですが一応セレズニアで使うのが一番被害が小さいです。なるほどなるほど。自分自身の使える可能性が一番高いのがそのセレズニアじゃないかと。そうですね。強すぎるがためにモロハの剣だからそうですね。入れられるデッキは限られてくるんですが、セレズニアの場合は結構入れられるデッキがあります。そうですよね。なるほど。次です。これは新しいカードになるんですけれども、マラメトのモハンクチルです。買わなきゃ。セレズニアと1マナの3マナのクリーチャーです。でスタッツは3/3。でこいつはあなたのターンの間、対戦相手は呪文を唱えられない。なるほど。ちょっと堂々たる撤廃者もどきの能力がついてます。なぜなら能力は起動できますと。でそれだけじゃなくて、こいつはあなたがコントロールしていって、
自分の基本のパワーより大きいパワーを持つ1体以上のクリーチャーが、プレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたびカードを1枚引くという能力も持っています。別になんでアンコモンなんだと正直思ってるんですけれども本当ですよね、まず当然対戦相手が自分のターンの間、私のターンの間呪文を唱えられない、妨害できないかなりますね、ほとんど言うて呪文なんで、ほとんど妨害は不能になります、だから黙ってコンボされるのを見とけ、ということになってしまいます、その上で、さらに下の効果も、要はプラス11カウンター1個乗ってるだけで誘発するんですね。なるほどなるほど、でセルズニアって結構そういう色なので、ドローソースとしてもかなり強い可能性があります。ロードみたいなのがいた時点でそれが全部殴っていったらドローできるってことですね。そうですね、なのでこいつは新しいカードなんですが、もうすぐに今すぐ買ってくれと買ってくださいと。セルズニアやられる方はそうですね、50円で買えるから買えるからちょっとセルズニアだから安いんですけど次のカードいきましょうか。マナは伸びる構成にすることは結構できるんですね。今さっきジェネリッククレイドルの話が出たんですけど、ちょっと前振りになっちゃってるんですがここでご紹介させていただきたいのは糸里目の成長儀式です。これは緑1の不特定2の3マナの伝説のエンチャント、で場に出た時に、ライブラリの上からカード4枚見て、その中からクリーチャーカード1枚を公開して手札に加えてもいいです。で残りをあなたのライブラリの下に望む順番で置きます。そこのところは普通に単なるアドですよね。なので無駄ではありません。確かに。でこいつの能力の本体は、あなたの終了ステップの開始時に、あなたがクリーチャーを4体以上コントロールしている場合変身させて、変身すると、実質クレイドルだと。なんならクレイドルよりもちょっと強いんですよ。ちょっと強いですよね。緑マナが加えられるんですね、これ。一応ね。そうなんですよね。裏になれば。でクリーチャー並べるんで、4体以上コントロールしている場合っていうところの変身条件はほぼ満たします。なるほどなるほど。出せれば。そうですよね。なので実質クレイドルといっても過言ではありません。なるほど。結構お安いクレイドル。今は再録されたんで、なるほど。非常にお安くお買い求めできますので、今おすすめでございます。次もマナ関連の話です。クリーチャー横に展開して、マナ伸ばして、それをどうにかして勝つというような構成上、ほぼ合ってるカードなんですけれども、ミラーリの目覚めです。これはセレズニア2の3マナ、合計5マナのエンチャントです。で効果としては、あなたがコントロールしている全てのクリーチャーはプラス1プラス1修正を受けると。横並びしたやつがアップされると。そうですね、ただの11でも10体並んでれば、11修正されるだけでそれ10点増えるんで。なるほどなるほど。確かに確かに。結構効果としては有効です。であなたがマナを引き出す目的で土地1つをタップするたび、その土地が生み出したタイプのうち望むタイプのマナ1点を加える、要は森タップすると2マナ出ると。なるほど。いうような効果です。いわゆるマナ加速、マナがというか増える色でもあるってことですよね。そうですね。そうですよね。マナが増える色でもあります。でその潤沢なマナを使って、最後の10枚目のカードに行くと。そうですね。もちろん皇帝の備品も素出しするとか、そういう手段を取ってももちろんいいわけですが、素出しすることもできますと。そうですね。できるんですが、ほぼ同じことを言ってるんですけど、大修道士エリシュノーンです。エリシュノーン。旧エリシュノンですね。旧エリシュノン。こいつは2マナと、白2マナと不特定5、7マナのクリーチャーです。でスタッツとしては47警戒、あなたがコントロールしていてこれでない全てのクリーチャーはプラス2プラス2修正を受けます。なるほど。横に並んでるやつらのサイズがでかくなりますと。でかくなって、で対戦相手がコントロールしている全てのクリーチャーはマイナス2マイナス2修正を受けます。なるほど。相手のクリーチャーはシュリンクしますと。やばいですよね。特に下の効果が非常に強いんですね、これ基本的には。ハトマのコンボとかできなくなる。死んじゃうから大体のシステムクリーチャーがお亡くなりになります。そうですよね。下の効果で止まるデッキで結構多いんで、その人の価値観を潰すことができますし、単純にサイズがガーンって上がるんで。そうです。横並びしてますからね、こっちは。そうですね。その打点で、決まると。で何より今、とてもお安い。そうなんですよね。俺、もう高いのかと思って手に入んないかと思ってたんですけど、勝手に。なんかこの多元宇宙の伝説のところで収録されたんですごい安いんですね今。お買い得だと。お買い得です。買わなきゃな。
上でミドシロは10枚選ばさせていただいたんですけども、どうですかね、異論反論ありますかね。まあちょっとね、大体でもまあ、うまく説明できてたんじゃないですかね。そうですね。まあ大体クリーチャー横展開して殴ってくださいっていうタイプか、エンチャントですか。2択になるんですかね。2択ですね。まあ、あとその他にもなんかね、こんな入りますよっていうカードありましたら、ミドシロ好きな方はコメントしていただければなと思いますので、はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。めちゃくちゃ1000人まで頑張りますんでお願いします。いつもありがとうございます。ありがとうございます。今回の動画は以上になります。おしまい。